今回は微分とは何かというテーマで話していくのだ。微分、頭がとなってしまう人のために15分ちょっとで微分の基礎が理解できるように説明するのだ。まずは微分を用いるとどんなことができるのか紹介するのだ。まず1つ目は関数のグラフの大まかな形を知ることができるのだ。例えばこんな関数を与えられてグラフの形を想像できる人は少ないと思うのだ。こんなの見たら気分が悪くなるわ。でも微分を使えば大まかな形を知ることができるのだ。高校の数学ではこれが微分の主な用途だったと思うのだ。次に2つ目は物理現象を数学的に記述することができるのだ。物体の運動、空気や水の流れ、熱の伝導、電磁気的な現象など多くの物理現象は微分を用いて表されるのだ。3つ目は円周率の公式を無限超えることができるのだ。円周率の公式を無限個も？そうなのだ。このチャンネル的にはこの3つ目が重要なのだ。3つ目については今後の動画で紹介していく予定なので楽しみにしていてほしいのだ。微分ってすごいのね。それで微分って何なの？微分の説明方法を調べるとだいたい3通りあるみたいなのだ。1つ目はグラフの接線の傾き。高校では多分このように教えられると思うのだ。2つ目は微小変化率。これは x がめちゃくちゃ少しだけ変化した時の y の大きさの変化の割合のことなのだ。3つ目は関数の一時近似。近似というのはおおよその値を求めることなのだ。これらはそれぞれ違うものに見えるかもしれないが微分の持つ性質を別の側面から捉えただけであって全て同じものであるということをこれから説明していくのだ。この中の一つでも理解できれば十分偉いので気張らずに聞いてほしいのだ。それではまず接線の傾きについて説明するのだ。例えばこんな関数が与えられたとする。この時この赤い点での接線とは赤い点を通りこのようにグラフに接する線のことなのだ。この接線の傾きを求めるには次のように考えればよいのだ。グラフ上の別の点を適当にとって2点を通る直線を引く。そして青い点をどんどん赤い点に近づけていく。すると青い線は赤い線にどんどん近づいていくのだ。この方針で接線の傾きを求めてみるのだ。まずは適当に青い点を取り青い線の傾きを求めるのだ。赤い点の x 座標を A とし青い点の x 座標を A たす h とする。この時赤い点の y 座標は FA 青い点の y 座標は FA たす h で青い線の傾きは x が h 増えた時に y が FA たす h-FA 増えるのでこのように与えられるのだ。次に赤い線の傾きを考えると青い点を赤い点に近づけることは h を0に近づけることなのでこのように表すことができるのだ。この記号は h を0に限りなく近づけることを意味し0への極限などと呼んだりするのだ。ここで極限の計算について簡単に補足しておくのだ。例えばまず h の0への極限は h がどんな値よりも0に近づくので0になるのだ。これは定数 b をかけても成り立つのだ。次に h2 乗は h の絶対値が1より小さければ h2 乗はそれよりも小さいのでこれも0になるのだ。次はもう少し複雑な例を考えてみるのだ。これは h で約分するとこのようになり後ろの ch は0になるので b となるのだ。最後に h 分の1を考えてみるのだ。これは h が正の値の場合 h が小さくなるほど h 分の1は大きくなりどこまでも大きくなるのだ。これは h に 0.1、0.01、0.001 と代入していけばわかるのだ。h が負の値の場合は逆にいくらでも小さくなるのだ。これは h にマイナス 0.1、マイナス 0.01 と代入していけばわかるのだ。よって h がプラスになったりマイナスになったりしながら0に近づく場合は h 分の1は大きくなったり小さくなったりするのでこの極限は値が定まらないのだ。このように値が定まらないことがあるので極限の計算は注意が必要なのだ。
さて話を戻して、この極限が定まるときにその値を F'(a) と表して F の A での微分というのだ。微分は dydx と表すこともあるのだ。それで接線を求めて何の役に立つの？と思うかもしれないが、実は意外と役に立つのだ。例えば動画の冒頭で話した通り、グラフの大まかな形を知ることができるのだ。例えばこんな形のグラフが与えられたとする。この時接線の傾きが0なのはこの2箇所なのだ。その外側はこのように接線が右肩上がりで、接線の傾きは常にプラスになるのだ。一方内側は接線が右肩下がりで、接線の傾きは常にマイナスになるのだ。ここで一旦グラフを消して、接線の傾きのプラスマイナスだけでグラフの形を復元できるか考えてみるのだ。まず接線の傾きが0になる点の y 座標は FC と FB を具体的に計算することでわかるとする。 B と C の間ではグラフの接線がマイナスなので、関数の値はずっと減り続け、このような形であると考えられるのだ。もちろん B の付近で急に減ったり C の付近で急に減る可能性もあるのだ。次に B から右側では常に上昇し続けるので、こんな形かこんな形であると推測できるのだ。 C の左側もこんな形であると推測できるのだ。元のグラフを重ねてみると、こんな風に形が大まかに一致するのだ。もう少し特殊な場合、例えばこのようなケースだと、左側では上昇し右側では減少するので、傾きが0になるところで最大値を取ることが分かったりもするのだ。さらに少し趣が変わるが、関数が0になる値を近似的に求めることもできるのだ。例えばこのような関数のこの青い点の x 座標を求めたいとする。まず適当に点を選び、そこから接線を引く。接線と x 軸との交わりを計算し、そこからまた接線を引く。このようにすると接線と x 軸の交点が青い点に近づいていくのだ。例えば fx イコール x に乗引く2とすると、青い点の x 座標はルート2であり、ルート2を近似的に計算することができるのだ。このような方法をニュートン法と呼ぶのだ。グラフの形が分かったり、最大値が分かったり、関数が0になる値が分かったり、接線って意外と役に立つのね。次は微小変化率について説明していくのだ。微小変化率とは y イコール fx としたとき、x がちょっと増えた時の y の増えた割合を意味するのだ。減ればマイナスと考えることにするのだ。これは x の増加分をデルタ x、y の増加分をデルタ y と置いて、このように表すこともあるのだ。微小変化率は具体例をもとに考える方が分かりやすいので、次のような設定で考えることにするのだ。たかしくんが池の周りを走っているとする。そしてたかしくんはマラソン選手だとする。たかしくんは自分の走りの分析のために、どの時点で走る速度が落ちるのか知りたいとする。このような状況で走り始めてから30分後の速度を求めてみるのだ。まず x をたかしくんが走った距離とする。これは時間の関数なので t を時間として xt と表すのだ。そして v を速度、t0 を30分として vt0 を求めるのだ。速度は進んだ距離を時間で割ればよく、1分間ぐらいは走る速度が変わらないと仮定すると、 vt0 は1分間に進んだ距離、つまりこれを1分で割ればよいのだ。これは t がちょっと増えた時の x が増えた割合を意味するので、このように表すことができるのだ。ただしちょっとがどのくらいなのかは期間と文脈に依存することとするのだ。たかしくんが中距離選手だったら1分は長いと思うかもしれないわ。そういう時は1分を1秒に置き換えればいいのだ。たかしくんが短距離選手だったら1秒でも長いと思うかもしれないわ。そういう時は1秒を 0.1 秒に置き換えればいいのだ。ただいちいち置き換えるのは面倒なので、ここを h に置き換えて極限を取ればよいのだ。この形さっき見た気がするわ。そうなのだ。この極限は x の t0 での微分であり、それが t0 での速度と考えられるのだ。
接線と速度なんて全然関係なさそうなのに、同じ方法で求められるのね。そうなのだ。びっくりなのだ。もう一つ物理学っぽい例を紹介するのだ。鉄板があり、鉄板の端っこを火で加熱するとする。この時この部分の温度の変化を考えたいとするのだ。ここの座標を XY として XY での鉄板の温度を UXY と置く。この時 UXY の時間デルタ t の間での変化率を考えると、熱は一瞬では伝わらないので、鉄板をとても細かく区切った時、デルタ t がとても小さければ隣接する箇所から受け取る熱だけを考えればよく、おおよそこのような式が得られるのだ。不変を数式で表すことは省略するが、物理学ではこのように時間と空間を細切れにし、考えている対象が時間がちょっと進んだ時にどう変化するかということを考えることで、物理現象を数式化することが多いのだ。そこに微小変化率、つまり微分が現れるのだ。説明が荒くて分かりにくかったと思うが、物理現象を表すのに微分が用いられることが多いのはこのような事情なのだ。時間と空間を細切れにするというところだけは分かったわ。次に一時近似について説明するのだ。まずこのような関数が与えられたとして、この関数を黄色い点を中心にどんどん拡大してみるのだ。するとこのようにほとんど直線になるのだ。拡大すればほぼ直線ということは、関数の黄色い点の周りを直線で近似できると考えられるのだ。直線は一次式なので、これを一次近似というのだ。それでは関数を近似する直線はどのようなものなのか考えてみるのだ。おさらいすると、この関数をこの点を中心に拡大するとこのようになったのだった。ここで右のグラフに直線を重ねてみるとこうなるのだ。これを左のグラフにも書くとこのようになるのだ。なんかこれ接線みたいね。なかなか鋭いのだ。果たしてそれが正しいのか。この直線が最も良い近似を与えるとして、直線の傾きがどうなるのかを考えてみるのだ。そのために近似の良さをどう表せばよいか考えてみるのだ。まず黄色い点の x 座標を A とし、h を適当な実数とするのだ。そして fx と直線の差を RH と置くのだ。RH は fx と直線の差なので、近似の誤差を表すと考えられ、これが小さいほど近似が良いと言えるのだ。R0=0 は明らかなので、この極限がどのくらい大きいかを考えてみるのだ。h が0に近い時にこれが0に近ければ近いほど RH は h よりもさらに小さいと言えるので、近似の良さの指標として妥当だと言えるのだ。ここでこの極限を計算するために赤い直線を式で表すと、傾きを A と置いてこのように与えられるのだ。この直線が黄色い点を通ることは X に A を Y に FA を代入すればわかるのだ。それでは計算をしていくのだ。まず RH は FA たす H から赤い直線の Y の値、つまり赤い直線の式の X に A たす H を代入した値を引けばよいのだ。これを整理するとこのようになり、前の部分は微分そのもの、後ろは H で約分できるのでこのようになるのだ。よって A が接線の傾きに一致するときに0になり、その時に最もよく近似することがわかるのだ。つまり赤い直線が接線の時に最もよく近似されると言えるのだ。勘が当たってたわ。ちなみに直線、つまり一次式の近似だけでなく、二次式や三次式、もっと高次の式で近似することもできて、それができると円周率の公式を無限超えることができるのだ。これで微分を3つの側面から説明できたのだ。改めてこの3つを並べてみると全部同じものに見えなくもないが、接線と速度が同じ微分で与えられるというのは当たり前のことではないと思うわ。数学的に言えば微分というのはこの式で与えられるものなのだが、この式によって一見異なるこれらのものが同じであるということがわかるのも面白さの一つだと思うのだ。
最後におまけとして微分の公式について触れておくのだ。まず1つ目は x の n 乗の微分についてなのだ。これは n が自然数の時だけでなく n が実数の時も成り立つのだ。あとついでに定数の微分は0になるのだ。2つ目の公式は関数の足し算の微分なのだ。先に足してから微分しても微分してから足しても同じなのだ。3つ目は関数の掛け算の微分なのだ。2と3を知っていれば微分できる関数の足し引きと掛け算で与えられた関数も微分ができるのだ。4つ目は合成関数の微分なのだ。4つの中ではこれが一番トリッキーで面白いのだ。これはこんな風に書かれることもあり分数みたいな法則が成り立つのだ。ここで y は fx、g は gy とするのだ。さてこれらの公式の証明だが定義通り計算しろ以上なのだ。一度自分で計算してみることをおすすめするのだ。一応補足すると1つ目の公式は n が整数の時は二項定理か機能法で証明できるのだ。4つ目は定義通りだとちょっと難しいかもしれないのでわからなかったら教科書を見るのだ。あとは指数関数、対数関数、三角関数などの具体的な関数の微分を知っていれば多分ほとんどの場合で計算に困ることはないのだ。それではこれで今回の動画は終わりなのだ。動画が面白かった、ためになったと感じた人は高評価、チャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうなのだ。また見てね。